こんにちは、パワミです。本日はパワーオートメイトで何ができるかについて、パワープラットフォームで連携した活用事例やデモと一緒に解説します。本日の内容です。まずはじめに、パワーオートメイトとは何かについて、パワーアップス、パワー BI と比較しながら簡単に説明します。続いて、パワーオートメイトとパワーオートメイトデスクトップの違いをそれぞれできることの具体例を挙げながら解説します。さらに、パワーアップスやパワー BI と連携した活用事例を紹介し、最後に簡単なパワーオートメイトのデモをします。パワーオートメイトは日常的な業務で行っている作業を自動化するためのサービスです。パワーアップス、シェアポイントリスト、Teams で連携した動作デモもするので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルでは、パワー BI、パワーアップス、パワーオートメイト等パワープラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。まずはじめに、パワーオートメイトとは、日常のあらゆる業務で行っている作業を自動化できるツールです。パワーオートメイトのほか、パワーアップス、パワー BI 等がパワープラットフォームとして知られていますが、それぞれの違いを簡単に見てみます。パワーアップスはビジネスアプリを作れるツールで、例えばタスク管理アプリ等をプログラミングをせず簡単に作ることができます。パワーオートメイトは今話したように日常の業務を自動化するツールです。例えばメールで請求書が届いたとき、Teams に自動で通知する等ができます。パワー BI はデータを可視化して分析し、意思決定につなげるツールです。例えば店舗ごとの売上や営業利益率の分析を行い、最終的に経営層が何らかの意思決定に使うとできます。また、パワーオートメイトとパワーオートメイトデスクトップの違いも簡単に説明します。主な違いは、パワーオートメイトがメールやシェアポイント等ウェブサービス上の操作に限られるのに対し、パワーオートメイトデスクトップはデスクトップアプリの操作やフォルダーからウェブサイトへのファイルのアップロード等もできる点です。パワーオートメイトはウェブ上のさまざまなサービスに連携して作業を自動化できます。利用例としては、請求書のメールが届いたときに請求書の内容を自動でシェアポイントリストに登録したり、シェアポイントリストが登録・更新された際に Teams に自動で通知をしたりできます。一方、パワーオートメイトデスクトップはいわゆる RPA で PC 上で行うあらゆる操作を自動化できます。利用例としては、Excel に記載した帳票の内容をシステムに自動入力したり、フォルダーに格納したたくさんのファイルを Web 上のシステムに自動でアップロードしたりできます。このうち今回はパワーオートメイトについての解説になります。続いて、パワーアップス、パワー BI と連携したパワーオートメイトの活用事例を一つ挙げます。パワーオートメイトは作業を自動化できるツールなので、これ単体でも業務の効率化ができ、工数削減につなげられます。しかし、パワーアップスやパワー BI と一緒に使うことで、さらなる業務の効率化やデータの利活用が実現できる可能性があります。例えば、図のような申請アプリの例を見てみます。社内で社員が何らかの申請を挙げたとき、サポートデスクが対応する業務のパワープラットフォーム活用事例を考えてみます。まず社員はパワーアップスのアプリを使って申請内容を登録します。この時、申請内容はデータベースとして使っているシェアポイントリストに登録されます。シェアポイントリストに新規の申請が登録されると、サポートデスクに Teams で自動で通知が来ます。その後、サポートデスクはアプリで申請内容をチェックし、対応を行います。申請の対応が終わったら、パワーアップスで対応結果を登録し、パワーオートメイトで申請者に対応結果の通知が行きます。また、申請内容や対応結果等はシェアポイントリストに溜まっていくので、これを自動で集計し、パワー BI レポートにすることができます。日々、どのような申請があるのか、カテゴリーごとに集計したり、
対応にどれだけの工数がかかっているのかを自動でレポート化して分析することも可能です。これはパワープラットフォームを活用した業務フローの一例ですが、その他にも様々な業務に活用できると思います。それでは実際にパワーオートメイト画面で使い方の例をデモします。今回はパワーアップスで申請アプリを作り、新しく申請を登録したとき、パワーオートメイトで承認者に Teams で承認依頼をするフローを作ってみました。今回は簡単な申請リストを SharePoint リストで作成し、パワーアップスの自動作成でアプリを作りました。最初にアプリで申請を登録してみます。最初、ステータスは承認待ちの状態で登録されます。申請を登録すると、承認者に Teams で承認依頼の通知が届きます。これはパワーオートメイトで実装しています。今回は承認者もパワミにしていますが、実際は承認者を指定して通知することができます。承認か否認かを選択し、コメントを入力します。今回は承認を入力します。すると、パワーオートメイトで指定した Teams のチャンネルに承認の通知が届きます。アプリのリンクも貼っているので見てみます。依頼ナンバー7が選択され、ステータスが承認待ちから対応中に変更されています。このようなフローがパワーオートメイトで簡単に実装できます。パワーオートメイトの画面も少し見てみます。新しくフローを作成するときは、作成から自動化したクラウドフローを選択します。テンプレートを選択してフローを作ることもできます。フローのトリガーを選択してフロー名を入力して作成します。今回は SharePoint リストの項目作成時がトリガーになります。今回作ったフローはこんな感じになります。SharePoint リストの項目が作成されたとき、Teams で承認者に承認か否認かを選択するフローボットを投稿します。承認者の回答が承認であれば、Teams のチャンネルに承認されましたと通知し、SharePoint リストのステータス列を承認待ちから対応中に変更します。承認者が否認を選択したときは、Teams のチャンネルに否認されましたと投稿し、SharePoint リストのステータス列を承認待ちから否認に変更します。パワーオートメイトの詳しい実装方法はまた別の動画でアップしていく予定です。本日はパワーオートメイトとは何かについて実際の活用例と合わせて解説しました。パワーオートメイトを使うと Teams 等と連携して上司への承認フローも簡単に作ることができます。その他にもメール、SharePoint リスト、Twitter 等様々なサービスと連携ができます。今後、いろいろな作業を自動化するための具体的なパワーオートメイトの実装方法も紹介していきます。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。